皆さんこんにちは、吉岡由紀子です。今日は私の叔父であり人生の師である西野幸三先生が医学、バレエ、武道を通して創始した独自のメソッド、西野流呼吸法の中で行われる大気について第2弾をお送りいたします。第1弾に続いて西野先生が著書やビデオで語られた言葉を綴りながら今ご覧のあなたにお伝えいたします。今回の動画に興味を持っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録をして今までの動画やこれから公開する動画もぜひチェックしてみてくださいね。コメントのある方はこの下のコメント欄にお願いいたします。それでは始めてまいります。ノンバーバルコミュニケーション、大気。人間の体にはですね60兆という細胞、その細胞の中にですね、遺伝子がこの生物始まって以来35億年のですね尊い経験やいろんなものがですねインプットされているわけですね。ですからそういうものを掘り起こしてですね、そしてさらにこの能力を高めて、人間がですね生きていくということが非常に大事だと思う。ところがそのじゃあ人間の持っている能力ですね、それをどうしたら出せるか。やはりね、どうしても今人間というのはですね頭の方が勝ってしまいましてね、どうしても頭でっかちで体の方が忘れる。これはですね60兆ある細胞のですねある部分しか使っていないということにもなるわけですね。ですから体の中の細胞が全部生きてくればどんな素晴らしいその能力が出るかということですね。この細胞というのはですね非常にあらゆる要素を一つ一つが今含んでいると言われてるんですね。で、人間は生きていくために何でエネルギーを得ているか、これは呼吸と食べ物ですね。特に一番大事な呼吸というのはね、どうしても当たり前のように思ってるんですね。ですからこの呼吸をですね見直すことによって体の中のですね細胞はさらに蘇りですね、で自分の持っているそれぞれの能力が非常に大きくなっていくわけですね。で、その呼吸をですね見直し、そしてどのように呼吸をやればですね体の中から素晴らしい能力が生まれいずるか、その方法論がですね西野流呼吸法なんです。大気とは体から出るエネルギーのコミュニケーションである。コミュニケーションとは一般に意思の伝達を意味する。自分の思っていること、言いたいことを言葉によって伝えるのがコミュニケーションとされる。人間は動作や言葉で交流を図り、意思を伝える。しかし、それともう一つ、人間の持つエネルギーが自然に伝達を行っているということを忘れてはならない。意志とは人間が作り上げた考えのことを指すが、エネルギーのコミュニケーションとは人間が考えを作り上げる以前の根源の交流である。人間の生命エネルギーを交流させるのだ。これが大気の意味である。西野流呼吸法の稽古は2部構成で行います。まず第1部では促進呼吸を行い細胞を活性化させ生命エネルギーを高め、続く第2部ではその生命エネルギーの交流によって体の細胞能力を自覚・高揚するメソッド、大気を行います。大気とは生命エネルギーのコミュニケーションです。生命エネルギーの根源は細胞にあるミトコンドリアの働きにあり、頭脳もミトコンドリアの働きによって活動しています。
コミュニケーションというのは一般的には意思や思考の伝達であり、人は主に言葉で交流を図り意思や思考を伝達するバーバルコミュニケーションを行っています。生命エネルギーのコミュニケーションはこれとは別に人間が思考や言語を作り上げる以前の根源である生命エネルギーそのものを相手と交流し合うものです。つまり大気は双方向のノンバーバルコミュニケーションなのです。言語のコミュニケーションは頭脳のコミュニケーションと言い換えてもいいでしょう。ここでは人間が作り出す現実、バーチャル世界が人生のすべてと思われていますが、それらを生み出すさらに深い生命エネルギーのコミュニケーションに今目を向ける必要があるのだと思います。生命エネルギーのコミュニケーションは頭脳のコミュニケーションの大元をなす細胞レベルのコミュニケーションです。交流をすればするほど言葉のコミュニケーションも豊かになるのと同様に、生命エネルギーも豊かになります。単に相手にエネルギーを与えるといっただけのものではなく、人間としてのあらゆる栄意のスケールを壮大にするメソッドなのです。言語というのは人間が創造した素晴らしい意志の伝達手段です。しかし残念ながら人間は言葉によって本当の思いを遂げることはできません。話し合えばわかるというのは誤解であり、人間のおごりです。何万言を費やそうとも言語によって戦争や争いを防ぐことはできないのです。それは言葉をいくら尽くしたとしても脳によって理解され言語化された範囲のことしか伝えられないからです。人間社会はコミュニケーションによって成立しています。けれども言葉を使ってのコミュニケーションにはどうしても限界があります。人間の脳は知っていることしか話せないからです。ではどうしたらいいのか。存在感にあふれエネルギーの出る体を持った者同士で言語化しないエネルギーを直接交流させればいいのです。気の交流こそ言語を超越したコミュニケーション、ノンバーバルコミュニケーションを可能にします。エネルギーのコミュニケーションができれば、その時初めて思いは遂げられます。自分の本質から相手の本質に対して直接訴えかけ、働きかけることができるからです。西野流は人間の体を細胞レベルで互いにエネルギーのコミュニケーションを行っている生命体と捉えています。大気はエネルギーを細胞レベルでより円滑に効率よく循環・交流させるための方法なのです。ここで大切なのは、生命エネルギーは体内部の細胞間でコミュニケーションを行っているだけではないということです。私たちの細胞は外部、つまり他の人々の体、細胞ともコミュニケーションを行っているのです。人生において逆境が大事だというのは、逆境がこの外部とのエネルギーコミュニケーションを引き出してくれるからです。西野流の大気は逆境を演出することなく、生命エネルギーを互いにコミュニケーションさせようというメソッドなのです。現実は真実とは異なります。
現実、つまり社会、世の中とは頭脳が作り出したステージだからです。人はその中でそれぞれの役を演じています。人間はその時代に適応した常識とルールの中で生きなければなりません。時代や国によって常識やルールが違うのは当然ですが、これも頭脳によって組み立てられた虚構と見ることができるでしょう。頭脳が作り出したステージで頭脳に頼って生きていると、すべてのことが頭脳によって解決でき、説明ができると思いがちです。頭脳の働きがあるから人間でありますが、最も重要なのは頭脳と同時に体があることです。頭脳は第一義なものと捉えがちですが、人生の第一義は生きること、それ自体にあるということを忘れないでください。頭脳を動かしているのも生きている体のその生命エネルギーなのです。大気は前述した通り、言語という表現記号を介さなくてもストレートに相通じるノンバーバルコミュニケーションです。そこでは頭脳で作り上げたフィクション、すなわち常識に振り回されることはありません。また大気は生命エネルギーのコミュニケーションですから、行えば行うほど生命エネルギーのレセプター能力が高まり、ひいてはミトコンドリアの働きが良くなり、生命エネルギーが高まり、真のコミュニケーションができるのです。常識を打ち破るには大きな壁が至るところにあるので、それをブレイクスルーするポテンシャルの高いエネルギーが必要となりますが、大気によってそれを養うことができるのです。人生というのはですね、これは作り事ですから、いろいろ山あり谷ありでね、これ乗り越えていけないといけないんですね。でこれはいわゆるその人生という頭の世界ですから、でもそれを楽しくその山谷を乗り越えていくためにはですね、そのいわゆるこの頭で考える仕組みの世界を支えてくれるですね、細胞60兆の細胞をですね、呼吸によって支えるということですね。でそれによって非常にその安定した人生、人生というのは、いろいろ皆さんもご存知のように、うまくいかないっていうのは当たり前なんで、うまくいった時喜ぶんですね。歴史見ても。でもそれ仕方ないですね。だけどそのうまくいかなかった時にその悲しんだりですね、悲観したりするというのは頭の世界で処理をしようとしてるから、それは無理ですね。ですからあくまでもそのエネルギーに満ちた体を持っておれば、もう何が来てもですね、平気ね、平気というわけにいかないですね。頭がありますから。でもすごくね、優しく頭を助けてくれるということですね。ではまた、明日から頑張りましょう。